こんにちは、デザインドリップです。今回はハロウィンスペシャルと題しまして、Photoshop で作る動画バナーの作り方をご紹介します。はい、それでは始めていきます。まず背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。さらにダブルクリックをしてカラーオーバーレイで211916の黒にします。はい、こんな感じです。さらにこちらのレイヤーをコマンド J で複製します。こちらのカラーオーバーレイを 342D5F の紫にします。こちらの高さを変えていきます。400ピクセルにします。でこちらと下のレイヤーを同時に選択して下に揃えます。はい、こんな感じです。次にテレビの画像を画面にドロップします。はい、今回は横幅1180ピクセルで配置します。で位置は X がマイナス120ピクセル、Y が420ピクセルのところになるように配置してください。でこちらのテレビのレイヤーを選択してコンテキストタスクバーの背景を削除のボタンをクリックします。はい、そうするとこんな感じで切り抜かれます。こちらの下の黒い部分を切り取ってしまおうと思うのでペンツールに持ち替えます。でこちらがパスになっているのを確認して拡大します。こんな風に切り取りたい部分をパスを引いて囲ってパスのパネルに行ってコマンドをしてこの作業用パスをクリックします。するとこんな感じで選択範囲が作られるのでまたレイヤーのパネルに戻ってこのレイヤーマスクを選択してオプションとデリートキーを押します。はい、そうするとマスクが追加されました。で選択を解除します。はい、こんな感じです。ちょっと中央に揃えたいのでちょっと調整します。 X がマイナス130になるように変更してみました。もしかしたら人によって違うかもしれないのでこちらは左右が中央になる位置に目で見て揃えていただいて大丈夫です。次にこのテレビの下の方に影をつけていきたいと思います。このテレビのレイヤーの下のレイヤーを選択してこちらに新しいレイヤーを追加します。でこちらのブレンドモードを上山にしておきます。今追加したレイヤーを選択して塗りを 2D2D2E の濃いグレーにします。でこちらでブラシツールに持ち替えてふわっと影を描きます。消しゴムツールに持ち替えて余計なところを消したりして調整しながら影をつけてください。はい、こんな感じでいいかなと思います。でこちらの影のレイヤーとテレビのレイヤーをまとめてグループ化して分かりやすく名前をつけておきます。今回はテレビの絵文字にしてみました。はい、こちらで背景とテレビ枠の作成は完了です。はい、次はタイトルを作っていきたいと思います。こちらは前回のワープロゴの動画を作っている時に思いついたデザインです。よろしければ前回の動画もご覧ください。テキストツールに持ち替えて、フォントはノーマン、レギュラーで、サイズは200ピクセル、行間も200ピクセルで、カーニングとトラッキングは0。色は FABE55 の黄色で、ハッピーハロウィンと中央揃えで書いてください。でこちらの文字を調整していきます。個別にカーニングをしてギリギリまで詰めてください。隣の文字とギリギリくっつくかくっつかないかぐらいまで詰めて大丈夫です。はい、前回の動画でもやったんですけれどもこちらの最初の文字の前の方も詰めたいので前のハッピーの H の前にカーソルを持ってきてオプションでカーニングが80になるように詰めておいてください。こちらを変形させていきます。バウンディングボックスの右上をクリックして変形モードにしてこちらの上のこのワープのマークをクリックします。そしてこのワープの項目の中の旗にチェックを入れます。はい。今回はこちらのカーブのところにマイナス10と入力します。するとこんな感じのウェーブした文字になりました。こちらでもし気になるところがあればカーニングをしてください。はい。できたらこちらのテキストレイヤーと背景レイヤーを同時に選択して左右を中央に揃えておきます。
次にテキストをまた追加していきます。はい、またテキストツールに持ち替えて、またフォントは同じノーマンで、今度はウェイトをミディアムにしてください。でサイズは40ピクセルで、行間は自動で大丈夫です。カーニングは0で、トラッキングを今度は50に変更します。色は同じ黄色で、トリックオアトリートと書きます。テキストはすべて概要欄に貼ってあるので、コピーして使ってください。で位置なんですけれども、この辺に配置してください。で、ちょっと拡大します。まあ大体でいいんですが、この W の下の方につけて10ピクセル下にしたいので、シフトを押して1回下ボタンを押します。はい。で、左右の位置は目で見ていい感じのところに配置しておいてください。なんとなくこの O と N の間が均等に開くように配置するといいかなと思います。で気になる方はカーニングをして詰めていただいても大丈夫です。はい、こんな感じでいいかなと思います。できたらこのハッピーハロウィンとトリックオアトリートの文字をグループ化してタイトルなど分かりやすく名前をつけておきます。縦の位置なんですが、このテレビとドキュメントの上の線の間に来るように目で見ながら調整してください。はい、こんな感じでいいかなと思います。次は下にテキストを追加していきます。はい、次も同じノーマンのミディアムで、サイズは45ピクセルで、行間は自動、何でも大丈夫です。でカーニングは0で、今回はトラッキングを20に設定します。で色は DF、DB、DC のグレーで、Enjoy a Spooky Night と絵文字を入れてください。こちら概要欄のコピー用テキストのものをコピーして使ってください。でこちらの絵文字の部分なんですが、 iPhone の絵文字にしたいので、この3つの絵文字部分だけを選択してフォントを変えます。おそらくデフォルトだと Not カラー絵文字というものになっているんですが、こちらを Apple カラー絵文字に変更します。でサイズを少しだけ大きくしたいので、こちらの絵文字部分だけ50ピクセルにサイズを変更します。はい、こんな感じです。ちなみにこの絵文字なんですけれども、このアンチエイリアスの部分が強くになっているとなぜか表示されないので、こちらは強く以外にしてください。今回は鮮明にしています。このままで基本大丈夫ですが、気になるところがあればカーニングを調整してください。でこちらも中央に揃えたいのですが、この絵文字が入っているとなぜか背景レイヤーと同時に選択して、いつものアイコンで中央に揃えてもこちらの絵文字の部分が無視されて中央に寄らないので、こちらは目で見ながら中央に来るように揃えてください。で縦の位置もテレビとこのドキュメントの下の線の間に来るように目で見ながら調整して配置してください。はい、だいたいこんな感じでいいかなと思います。こちらでタイトルの作成は完了です。はい、次はテレビ画面の中身を作っていきたいと思います。こちらのテレビのレイヤーを選択して、クイック選択ツールに持ち替えて、このテレビ画面の中の方をこうやって選択します。でこちらが選択できたら、テレビのレイヤーの上の方に新しいグループを作成します。でこちらのアイコンからマスクを追加します。でこちらのグループの中にどんどんコンテンツを追加していきたいと思います。こちらのグループ名をコンテンツなど分かりやすく名前をつけておきます。はい、まずは画像の追加をしていきます。まずこちらの猫の画像をドロップしてください。今回横幅は830ピクセルで配置します。でこちらを先ほど作ったコンテンツのグループの中に入れます。はい、こんな感じです。でお好みの位置に配置してください。はい、こんな感じでいいかなと思います。こちらの名前を分かりやすいように書いていきます。今回は黒猫の絵文字でいきたいと思います。はい、こんな感じです。でこの今作った猫レイヤーを選択して新しい画像を追加していきます。はい、次は女の子の画像をドロップします。大きさはお好みでいいんですけれども、今回は横幅830で配置してみます。でお好みの位置に移動してください。はい、でこちらはちょっと色を調整していきたいと思います。少し黒の色が強いので、まず黒の色を落とします。こちらのレイヤーを選択して、特定色域の選択のレイヤーをオプションでフリッピングします。でブラック系のブラックをマイナス 5% にします。するとこんな感じで少し黒の色が弱まりました。さらにグリーンの色を変えていきたいと思います。こちらの
画像のレイヤーを選択して色相サイドのレイヤーを追加します。するともうすでにクリッピングされていると思います。今回はグリーンの色を変えたいので、このグリーンのボタンを押します。で、色相を-30にします。するとこんな感じで少し黄色っぽくなりました。ちょっと黄色っぽくすることで他のイエローやオレンジと合うと思います。で、こちらの女の子の画像と色相サイドのレイヤーと特定色域の選択のレイヤーを3つまとめて選択して右クリックからスマートオブジェクトに変換します。できたらこちらのレイヤーの名前を変えます。今回は女の子の絵文字でいきたいと思います。はい、こんな感じです。さらに画像を追加していきます。こちらの女の子のレイヤーの上に次はかぼちゃの画像をドロップします。今回は横幅620で配置しようと思います。で、お好きな位置に配置してください。なんとなくこちらのかぼちゃが真ん中に来るように配置してみようと思います。で、こちらのレイヤーの名前も変更します。今回はかぼちゃの絵文字でいきます。さらにレイヤーを追加します。次はこのお化けの画像をドロップします。横幅は785ピクセルで配置しようと思います。はい、こんな感じです。で、こちらも黒が強いのでちょっと調整したいと思います。特定色域の選択のレイヤーをオプションでクリッピングして、はい、今度はまたブラック系のブラックを-8% にしてみました。するとこんな感じで少し明るくなりました。はい、こちらで大丈夫です。で、先ほどと同じようにこちらの画像のレイヤーとこの調整レイヤーを同時に選択して右クリックでスマートオブジェクトに変換します。で、名前を今回はお化けの絵文字でいきたいと思います。はい、こんな感じです。次はサングラスをかけたこの画像にしたいと思います。で、こちらを今回は横幅725ピクセルで配置します。で、こちらの名前も変更します。今回はサングラスをかけた顔文字にしたいと思います。はい、次はこちらの犬の画像をドロップします。今回は横幅735ピクセルで配置したいと思います。はい、配置を整えたらまた名前を変えます。今回は犬の絵文字にします。はい、次はこのお化けが2人座ってる画像にします。はい、今回は横幅885で配置しようと思います。で、また名前を変えます。今回はお化けで2つ絵文字をつなげてみました。分かりやすければ何でも大丈夫です。最後に魔女の画像を入れます。今回は横幅695で配置してみます。で、こちらちょっとだけ明るくしたいと思います。明るさコントラストのレイヤーをオプションでクリッピングして明るさを30にします。するとこんな感じで少し明るくなって見やすくなりました。で、こちらの画像のレイヤーと明るさコントラストのレイヤーを同時に選択して右クリックからスマートオブジェクトに変換します。で、こちらの名前を変えます。今回は魔女にしました。はい。で、こちらの最初の猫から今作った魔女まで全ての画像をグループ化します。で、名前を、イメージ図など何でもいいんですが分かりやすく名前をつけておきます。次にこちらの真ん中にスプーキーという文字を打っていきたいと思います。テキストツールに持ち替えて次のフォントはアルタカリフォルニアレギュラーでサイズを165ピクセルにして行間は何でも大丈夫です。カーニングとトラッキングは0で、色を FFF の真っ白で、スプーキーと書いて画面の中央に配置します。スプーキーは不気味なとかそういう感じの意味で、よくハロウィンシーズンのことをスプーキーシーズンと言ったりします。気になるようであればカーニングなど詰めてもいいんですけれども、今回はこの辺はラフな感じの方が動画にした時に面白い効果が出るので、だいたいざっくりな感じでいいと思います。だいたい真ん中に置くって感じで、はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらのフォントをどんどん変えていきたいと思います。こちらをコマンド J で複製してこちらのフォントを変えていきます。先に打ったテキストを1回非表示にしておいてください。で、複製した方を選択して、はい、次のフォントは CC パスザポートのエイジドの方でサイズを150ピクセルに変更します。フォントによってサイズの大きさが違うので、そこはちょっと調整が必要になってきます。で、また中央になるように調整します。はい、大体で大丈夫かなと思います。で、こんな感じでどんどん違うフォントでスプーキーという文字を打っていきます。で、こちらをまたコマンド J で複製して元のテキストレイヤーは非表示にしておきます。
で複製した方を選択して、はい、次のフォントは CC チルズで、ウェイトはレギュラーにしておきます。でサイズを140ピクセルに変更します。でまた位置を調整してください。でこちらをまたコマンド J で複製して元のテキストレイヤーは非表示にしておきます。で複製した方を選択して、はい、次はシロップ SHLOP でシロップだと思います。こちらのレギュラーを選択します。でサイズは同じ140ピクセルで大丈夫です。でこちらも真ん中に持ってきます。で同じようにコマンド J で複製して元のテキストは非表示にします。で複製した方を選択して、次はこのルービックグリッチでレギュラーでサイズを100ピクセルにします。でまた位置を調整します。で同じようにコマンド J で複製して元のレイヤーは非表示にします。で複製した方を選択して、はい、次は CC ピクセルアーケードのディスプレイを選択します。でサイズは80ピクセルにします。でまた位置を調整します。でコマンド J で複製して元のレイヤーは非表示にして複製した方を選択して、はい、次はティピカミックスレギュラーボールドミックスとあるんですが、このミックスを選択します。でサイズは110ピクセルでまた位置を調整します。でここまでできたら、今最後に追加したテキストも非表示にして、一番最初に追加したスプーキーのアルタカリフォルニアで書いたスプーキーを表示させて、こちらのテキストレイヤーすべてをグループ化してテキストなどと分かりやすく名前を付けておきます。はい、こんな感じです。はい、次にこの上にテレビの線のノイズを追加していきたいと思います。こちらのコンテンツのグループの一番上にこのテレビの横線ノイズの静止画を追加します。今回は横幅670ピクセルで配置します。位置はどこでもいいんですが、この端っこに縦線が入っているので縦線は隠れた方がいいと思います。あとはお好きな位置に配置してください。でこちらのブレンドモードをソフトライトにします。不透明度を 20% にします。でこんな感じでちょっとテレビのノイズっぽい感じになったと思います。はい、こちらで元となる静止画の作成は完了です。次は動画の作成に入ります。はい、それでは動画の作成をしていきます。まずウィンドウメニューのタイムラインをクリックします。するとこのようなパネルが出てくるので、こちらの矢印からビデオタイムラインを作成にチェックを入れます。でこちらでこのボタンを押します。するとこんな感じの画面が出てくると思います。ドキュメントの全体が見えた方が作業しやすいので、パネルの高さなどを調整して位置はご自身で調整してみてください。でこちらにこのレイヤーやこの今作ったグループなどが出てきます。でこちらちょっとこの高さがありすぎて見える範囲が狭くて作業しづらいので、ちょっと準備をしていきたいと思います。こちらの3本線のところからパネルオプションを選択します。するとこんな感じでサムネイルサイズというのが出てくるので、おそらくデフォルトが真ん中のものになっていると思うのでなしにしてみます。そうするとこちらの幅が狭くなって作業がしやすくなると思います。サムネイルがあった方が作業しやすいという方はお好みで設定を変更してください。でこちらの左側の方にこのグループやレイヤーの名前が出てきています。ちょっとこれを開いてみるとこんな感じでグループ内のレイヤーが表示されます。でこのコンテンツを開いてみるとこんな感じで追加したテクスチャーやこのグループですね、テキストグループなどが表示されています。でこちらグループの矢印を開いたらレイヤーが出てくるのは分かると思うんですけれども、この各レイヤーの矢印を開くとこの変形とか不透明度とかスタイルとかワープテキストとか、出てくると思うんですけれども、今回はこちらの機能は使いません。こちらは動画を作ったことがある方ならご存知だと思うんですけれども、キーフレームというのを作って指定した時間内でその変形とか不透明度とかを変化させるという設定ができる項目なんですが、今回はこちらは使いません。なのでこのレイヤーごとのこの矢印は閉じてて大丈夫です。で色がデフォルトで紫になっているみたいなんですが、全部一緒の色だと見づらいのでちょっと色を変えて分かりやすくしていきたいと思います。まずこのテキストレイヤーのところの目のところの右クリックから色を変えたいと思います。お好みでいいんですが、今回はテキストはイエローにしてみようかなと思います。そうするとこんな感じでこのグループ内のレイヤーすべてが黄色になりました。
で次はこのイメージ図ですね。このイメージ図こっち開いてみると分かるんですが、今こんな感じになってるんですが、イメージはこの色でもいいんですが、こっちも色をつけてなんか違う色にしようと思います。じゃあこのピンクとかにして見やすくしていきたいと思います。ちなみにこのパネルのこの辺りをダブルクリックすると閉じるので、確認したいときはこうやってでまたダブルクリックしてみたいな感じで見ていけばいいかなと思います。まずこのテレビの横線ノイズの上にさらに動画のノイズを載せたいと思います。こちらのスライダーが一番左に来ていることを確認してください。先ほど追加したテレビの横線ノイズの画像を選択した状態で、このテレビの縦線ノイズの動画を追加します。おそらく1080ピクセルでドロップされると思うので、このままで OK します。横幅は1080で大丈夫です。で、お好みの位置に配置してください。で、こちらをスクリーンにします。はい、こちらをスクリーンの 10% にします。はい、こんな感じです。で、こちら動画ファイルなので、どんな風に動くのか見たいと思います。こちらの三角形が再生マークです。ちょっと押してみます。するとこんな感じで動画が見れるようになっています。で、こちらで停止します。で、こちらで頭に戻ります。で、次に画像を切り替えていきたいと思います。こちらのまず猫の画像から変更していきたいと思います。こちらのタイムラインの方で選択してもいいですし、こちらのレイヤーのパネルで選択しても選択ができます。こちらの長さを変更します。このバーの右端に来るとこんな感じで黒い矢印が出るので、このまま左にぐーっと持ってきて表示時間を短くします。終了とデュレーションっていうのが出てくるんですけれども、デュレーションがこの0100になるところで離します。で、他の画像もデュレーションを全部0100になるようにします。ちなみにシフトをしてまとめてできるかなって試してみたんですが、まとめてはできないみたいなので、ちょっと面倒ですが1個ずつこんな感じで作業することになります。で、この猫から下の順番からこう表示させていきたいので、この猫はこのままで、次は女の子を右にずらして、この猫の終わりから始まるようにして、そんな感じでずっと他の画像もこういう風にだんだんになるようにこんな感じでずらしていきます。前の画像の終わりのところに始まりが来るようにずらしていきます。例えばここが長すぎて作業がしづらいという時は、この下の山マークでここの幅を変えれるので、こうやって幅を狭くして作業がしやすいように変更してみてください。はい、一旦これでどうなるか見てみたいと思います。はい、こんな感じでパッパッと表示が変わっていきます。ちなみにこのプレビューがちょっと遅かったりするので、実際書き出したらもうちょっと早かったりします。で、今の状態だと途中で画像しか表示されなかったりすると思います。その理由はですね、この背景の部分がここまでしか来てないので、この魔女とか他の画像のところまで届いてないのが原因です。なのでこれが他のところまで届くように、ちょっと見づらいと思うので、このイメージ図のグループを閉じたいと思います。で、このイメージ図のグループの中身がここまであるよっていうことなので、ここまで持ってきます。で、このテレビ本体も、これテレビですね。これもここまで、あとこれ影ですね。影もここまで伸ばしておきます。すると、ここまで伸びました。で、あとはタイトルが出てないので、このタイトルのところもね、タイトルもここまで伸ばします。はい。デュレーションが8になると思います。はい。で、これでどうなるかっていうと、戻して再生します。はい。で、これでまず最後の方が透明になって、このノイズの動画だけになったんですけれども、これはどうしてかというと、ここまで長く伸びてしまっているので、これをまず切りたいと思います。このバーを8のところまで持ってきて、この
ノイズの動画の方を選択して、このハサミのマークを押します。するとこんな感じでこのスライダーのところで切り取られました。でこの右の方はいらないので削除します。でちょっと頭の方に戻ります。はい、こんな感じで余った部分はなくなりました。で次はこのテキスト、スプーキーのテキストが途中で切れてしまっているので、次はこのスプーキーな部分を作っていきたいと思います。また頭に戻って、タイトル部分は閉じておいて大丈夫です。次はこのテキスト、黄色のテキストのところを作業したいと思います。でこちらもさっきと同じ感じで同じ間隔に短くしてずらしていくんですけれども、こちらは画像とは違ってちょっと早い間隔でパッパッと切り替えていきたいので、まず非表示になっている部分も全部表示させます。はい、するとこんな感じでバシャってなると思うんですけれども、まず下の方を一番最初に表示させたいので、まずこちらから作業していきます。でこちらを今回はデュレーションが0010になるように変更します。ちょっと大きくします。でこれを他のやつも全部0010になるように短くしてください。でここまでできたらまたさっきの画像と同じようにこうやってずらしていきます。はい、でちょっと再生してみます。はい、こんな感じでパッパッパッと切り替わります。で途中で切れてしまっているので、このテキストグループ自体を追加したいと思います。一旦このテキストグループは閉じておきます。こちらのスライダーを最初に戻して、こちらのタイムライン上でこの黄色のバー、テキストのバーを選択してコマンド J をします。するとこんな感じで普通に複製されます。でこちらのグループ自体を右にパッとずらして、先のテキストグループが終わったところを返しとしてずらしていきます。はい、で同じ感じでまたコマンド J をしてずらします。でもうちょっと足りないのであと1回コマンド J をしてずらします。そうするとちょっとはみ出てしまうので、この最後に追加したところのグループを開きます。こちらの終わりのところにこのスライダーを持っていくと、シフトを押すとピタッとくっつくと思うんですけども、持っていくとこの4つが余っている感じなので、この4つをこうやってシフトで選択してデリートで消します。はい、でスライダーを最初に持っていって、この状態で再生してみます。ちょっと全体が見えるようにしてみます。はい、こちらで再生してみます。で書き出すときは1回分しか書き出されないんですが、このずっと繰り返して再生してみたい、ずっと繰り返してループで確認したいっていうときは、この歯車のアイコンからループ再生にチェックを入れます。するとずっとループで再生してくれます。ちなみにこの再生と停止はスペースキーを押すことでもできます。はい、覚えておくと便利かなと思います。でまた最初に戻ります。最後に全体にちょっとノイズの動画を入れたいと思います。わかりやすいようにグループを閉じておきます。でこのスライダーがちゃんと最初に戻っていることを確認して、縦長のノイズの動画をドロップします。で大きさは横幅1080にしたいので、こちらの鎖型のマークにチェックを入れて W に1080と入れて OK してください。でこちらをタイトルグループの下に持っていきます。タイトルグループとコンテンツグループの間に入れてください。でこちらのブレンドモードをスクリーンにして不透明度を 3% にします。ほんのわずかなんですけれども、ちょっと拡大します。はい、こんな感じでノイズが追加されました。で動画でどういう風になるのかというと、ちょっと分かりづらいんですが、砂嵐みたいな感じでノイズがずっと動いていると思います。はい、今追加した動画もちょっと他より長いので切りたいと思います。こちらのスライダーを他のコンテンツの最後に合わせて
今追加した縦長のノイズ動画を選択してハサミのマークを押します。でこちらの右側のはみ出た分を削除します。じゃあ一回確認してみます。はい、大丈夫そうなのでこちらで動画を書き出したいと思います。はい、ビデオの書き出しはこの右下のこの矢印からできます。こちらをクリックします。はい、基本的には設定は何も変更しなくて大丈夫です。こちらでレンダリングをクリックします。するとこんな感じでビデオを書き出し中の画面になります。はい、書き出しができたので確認してみたいと思います。Mac の方だとクイックタイムプレイヤーで確認することになると思います。ではちょっと確認してみたいと思います。こちらでもスペースキーが使えます。いい感じかなと思います。ただこれだけだとちょっと短く感じるかもしれないので、この同じ動画を何回かつなげてちょっと長めの動画にしたいと思います。基本的にはスマホアプリとか、何でもいいんですけれども、今回は Adobe Express を使った方法をご紹介したいと思います。はい、Adobe Express に動画を結合する無料のサービスがあるんですけれども、こちら概要欄にリンクを貼っているのでご確認ください。でこちらから動画をアップロードして、さっきの動画を複数つなげて長めにしたいと思います。こちらからまず先ほど作った動画を1回アップします。でこちらのメディアを追加というのをクリックします。でこちらでどんどん同じ動画を追加していきます。何回やってもいいんですが、4、5回追加するといいかなと思います。今回は4回追加してみようと思います。こちらで再生の確認もできます。はい、で良さそうなので、レイアウトサイズを変えれたりするんですが、これはこのオリジナルのままでいいかなと思います。でこちらでダウンロードします。ではちょっと確認してみたいと思います。はい、うまくつながっていて成功だと思います。はい、こちらで完成です。最近このようなブラウン管テレビを使ったデザインをよく見かけるので、今回取り入れてみました。今回はハロウィンのデザインでしたが、テキストや画像を変えることで他のイベントなどにも使えるのでいいかなと思います。Photoshop での動画作成は Photoshop で作ったデザインを崩さずにそのまま同じアプリの中で動画を作れるっていうのがメリットかなと思います。動画作成自体はそんなに難しくないので、慣れるとすごい楽しいと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。